こんにちは、あるいはこんばんは。日本語学習チャンネルビューティフルフレンズ日本語教師のやすいです。今回の動画は会話が弾む自己紹介を紹介したいと思います。前回は名前を覚えてもらう、印象に残る自己紹介を紹介しました。この動画を見ていない人はぜひこちらの動画を見てみてください。今回はさらに面接や働く時の自己紹介で会話が弾むイコール質問してくれやすい自己紹介を紹介したいと思います。前回は名前の意味や由来、そして、好きな言葉を紹介しましたので、今回はそれに趣味、日本の好きなもの、日本の行ってみたいところを付け加えていきたいと思います。それではサンプルです。趣味は書道です。字を書くことが好きで書道をしていると集中できます。そして日本の好きなものは着物です。着物を着て街を歩いているのを YouTube で見ました。私も綺麗な色の着物を着て街を歩いてみたいです。最後に日本の行ってみたいところは北海道です。私は雪を見たことがないので一度ぜひ雪を見てみたいです。どうですか？今ので約30秒ぐらいです。このように趣味、日本の好きなもの、日本の行ってみたいところを言えば、書道はいつからやっていますか？今も書道をしていますか？どんな作品を書きましたか？と質問してくれるでしょう。そして、日本の好きなものでは、何色の着物を着たいですか？着物を着てどこを歩きたいですか？ YouTube で他にどんなものを見ますか？など質問してくれるでしょう。最後に日本の行ってみたいところでは、北海道までどうやって行きますか？雪を見て何をしたいですか？寒いのは平気ですか？と質問してくれるでしょう。このように自己紹介は自分のことを話しますが、相手に興味を持ってもらって質問してもらう。そしてそこから会話をしていく。そのきっかけが自己紹介です。ぜひ相手に興味を持ってもらって、へー、そうなんですね。いいですね。などと共感してもらえる自己紹介を考えてみてください。そして会話のきっかけを作って、質問されてその質問に答えられるようにしておきましょう。日本の好きなものや日本の行ってみたいところは何でもいいですが、それでも何を言えばいいかわからないという人には、今まで私たちが教えてきた学生のサンプルを紹介します。まず日本の好きなもの、これは日本の食べ物でも日本のものでも何でもいいです。ですから食べ物だとお寿司、お刺身、天ぷら、すき焼き、たこ焼き、お茶などがありました。他には自動販売機、自転車、花火、アニメなど紹介する学生もいました。そして日本の行ってみたいところでは、東京、京都、大阪、静岡、沖縄、そして富士山、名古屋城、上野公園、海水浴場、東京ディズニーランドなどを答える人もいました。どんなことでもいいです。
まずは皆さんが自分で YouTube や SNS、本などを調べて、あ、これいいなと思ったところをぜひ紹介してみてください。そして日本人との会話を楽しんでください。この自己紹介動画が役に立ったという人はぜひコメントください。楽しみに待ってます。今回の動画はここまで。またお会いしましょう。